ピードがやっぱダウンヒルなんで、スピードがすごく速くて、そのスピードを日本の歯でどうやってやっぱコントロールしていくか。単純に氷上のレースというか、とにかくホッケーの格好をしてみんなでレースをするっていう感じですかね。初めてレッドブルクラッシュドアイスに参加した時から日本で開催されればいいなって思ってきたのが現実になるので、今まで戦ってきた集大成というか全て出したいなと思ってます。インラインスケートではもう優勝するのか準優勝するのかっていう立場で試合に出てたので、そういう風なお客さんが喜ぶようなバトルをまた弟と繰り広げられたらすごいですよね。安床瑛斗です。安床武史です。プロインラインスケーターです。パフォーマンスをするパフォーマーも、大会に出るアスリート、映画のスタントとか、あとはシルク・ドゥ・ソレイユの新しい演目を弟と作ったりとかも手掛けています。僕たちが95年から国際大会に初めて2人で出場して、その時僕9歳で兄が12歳。2000年の時からもう10年以上はずっと僕らどっちかがインラインスケートのハーフパイプではもう優勝、準優勝。個人で取ったタイトルは大げさじゃなくて140個ぐらい2人で300近い取ってると思います。アイスクロスダウンヒルの魅力はやっぱりスピード感と、自分が出したスピードでいろんな障害物を乗り越えていくっていうところが面白いところですね。レッドブルクラッシュドアイスのライダーになってだいたい8年ぐらいですね。最高成績は4位でした。ネットか何かで初めて見たのがきっかけなんですけど、でそれに山本純子さんが出るよっていう話を聞いて、めちゃくちゃ出てみたいと思いましたね、初めて見た時は。アイススケートがフィギュアでもないホッケーでもなく、で今度飛び始めたし、面白いことやってるなっていうのがもうまず最初にそれが来ましたね。だからもう興味しかなかったです。クラッシュダイスってもともとなんか海外でやってるイメージがあって、でそれが今回ちょっと初めて日本からってことなので、これはチャンスだなと一番とっつきやすいなっていうタイミングで出てみようって思いましたね。まずはどういうものをつけてみんなが出てるのかっていうのを調べるんですけど、でもやっぱりインターネットではなかなか得られない知識も多くて、何がいるか、プロテクターリスト、人が突っ込んできた時の歯とかもやっぱり、そうこうしてるうちに猿渡さんがここのスケートパークの常連さんやってことが分かるんですよね。私はその競技の歴はですね、2009年に日本人初めてとしてケベック戦に出場しました。たまたま私もこの神戸の近くに住んでいるってこともあって、アドバイスできることとしては、まずその大会の流れであったりとか、あとは防具。クラッシュダイスは基本的にアイスホッケーの格好で防具ついてないと人と当たったりとか、坂道下ったりとか、ジャンプもあるので転んだ時絶対的に怪我するというレッドブルクラッシュドアイスのトレーニングとしては氷上のベースはアイスホッケーの練習ですね。ただアイスホッケーの練習をするだけじゃなくてスケーティングも丁寧に行うっていうことを意識しながら練習しています。兄とアイススケートリンク行った時はまず止まるっていうところからもうそんなレベルでスタートしたんで、2人ともやっぱりインラインスケートと、アイススケートそういうところはすごい似てるんで、走るのもそこそこのスピードでは走れたり、ターンも右も左も回れたりするんですけど、やっぱりホッケーストップ、速いスピードから一気に止まるところとかっていう動きはやっぱアイススケート特有のエッジの使い方だったりするんで、
クラッシュアイスの映像を見てなんかちょっともうスローで見たりとかしてなんかこういう技術やってるぞって言ってそれをそのまま2人でこそこそちょっとジャンプしたりとかしながら練習してました。いやでもほんま歯の長さとか歯の形がだいぶ重要やから、いやそうやねなんかそれが分かってきた。やっぱある一定ところ乗せると走れたりするけど、そっからはちょっとスピード出すとフってなってくる。抑える力が大事やね、だいぶ。よし行ってみますか。よし OK。 行こう。ライダーズカップについてはまずライダーズカップというものがあるのを知らなくてもう右も左もわからないけど、まあ、行ってみようっていうので行っておーうわ危ない。あ危ない危ない。うわ危ない危ない危ない。おお危ないよ危ない顔危ない。怖かったですね思ってたよりも。うわあそこやばい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 。そのターンやばい。これ習ってないよっていう。うわ危ない危ないそんなん止まれるん。はい、I'm H。でもここだけ見ててももう変なコブあるもんな。コースがもう天然の氷でいやいやもうボコボコやで。ボコボコやん。なみなみやん。帰りたい。まずそれにビビってしまって。アイススケート自体にも不慣れなのに他のライダーが滑った溝に沿って足取られたりとか置いた足が勝手に操作されるんですよ。そっちに行きたいのにこっちに運ばれるみたいなその怖さとかね制御不能な感じっていうのは結構やっぱショッキングでしたね。まあダウンヒルが初めてだったんで下っていった先にコーナーとかがあるとあそこ曲がれるかなとかそういう本当に初歩的な心配がどんどん出てきて氷の坂道の難しいところただただ怖いっていう私はもともとスキーやってたのでちょっと感覚は似てるなっていうのはありましたね。普段まあハーフパイプ滑っててクラッシュライスとかライダースカップやったらあの傾斜ぐらいだったら大丈夫でしょって言われるんですけど僕らハーフパイプ滑ってる時坂滑り降りてるっていう意識ないんでだからそういう意味ではライダースカップの方が怖いですよね。ああやられた。最後ほんまに課題が丸出しになったな。さあでもちょっと手応え出たけどなとりあえずみんなと一緒には走れそうだっていうそうか頑張ろう。ライダーズカップの大会の流れとしては最初は1人ずつタイムアタックで滑ってでその決勝に進んでから、3人とか4人とか同時で滑り出す。だからそれはだいぶ助かりました最初1人っていうのが。最初から2人とか3人ってなってくるともう自分の滑りどころじゃなくて周りに気取られちゃうんで。Aito Yasutukuオッケー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 いけいけいけあいけいったんじゃないこれしたねしたねいや落ち着いてた落ち着いてためっちゃよかった。2人組で滑るっていうのはやっぱりそれはそれでまた新しい新鮮な戦い方やし最初スタートがね遅れて僕で相手がさっき目の前走ってたんですけど抜かせると思ったんですよ僕が。でそれをこういざじゃあ加速してみたら実際に抜かせたんで人を抜かした感覚っていうのはあの時が初めてであれはやっぱりもうハーフパイプにはない感覚なんで
こう隙をついたっていうか、すごい気持ちよかったですね。滑り終わった感想としてはね、滑り終わったっていう感想なんですよ。だから僕らがもっと追求していかないといけないのはもちろん勝つやと思うんで、その滑り切ったことに満足してるレベルじゃダメなんですよね。緊張するだろうなとか失敗するかなとかっていう風に入れば結構楽なんで、気持ちがネガティブなところからスタートしたんですけど、ジャンプとかに関してはあれインラインスケートともう全く一緒で、スピードの調整もそこでできるっていう自信と、その自信がつけばつくほどやっぱりターンの時に体がこう固まっていってしまうんで、こう落ち着いてしっかりスタンス広く取ってしっかり回ろうっていう風ななんか明確な課題もそこで見えました。ラサールで見つけたその課題っていうのは、もうこれもうそもそもやばいんですけど、スピードに弱い自分発見したんですよねだからスピード速いのが苦手なんですよ。ここだけの話、エドモントンまでにどうにかって思うんですけど、でもその間に何ができるかっていうことで、日本で開催されるってことを知ってから、ぶっつけ本番だと、会場の雰囲気だったりとかも全然わからないし、みんながどうやって滑ってるのかもちょっと客観的に見たいなと思って、今回ちょっとカナダに見学じゃないですけど、思想も兼ねて行かせていただいて、まず飛行機を乗り継ぐっていう感覚がなかったので、ちょっとドキドキしながらで、私全然英語喋れないし初めてなことだらけでドキドキしながら行ったんですけど、街の中でドーンってあるコースっていう迫力ってやっぱり衝撃的でしたね。これがレッドブルクラッシュアイスかっていう。エドモントンは前半スピードが出て、で後半でちょっとテクニカルないろんなセクションが混んでくるっていうような。思ってたよりも全然でかい、もう普通に2メートル以上の高さで R が連続であったりとか、全然もう余裕だぜみたいな、ビュン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 滑ってる方多かったので、私が一番に滑った時に感じたのが恐怖心だったので、怖くないのかなと思いながら